折りたたみスマホの最大の魅力はやはりその大画面。タブレットや PC を別で持ち運んだり、わざわざバッグから取り出さなくても手元でその画面を展開させて動画や本を見たりすることができます。スタイラスペンを別で持っていれば簡単な筆記も可能。送られてきた画像にその場でフィードバックを送ったり、契約書にデジタルのまま署名したり、ペンタブとしての使い道もあります。また大画面の強みはマルチタスクにも生きます。 LINE でやり取りしながら Google マップの位置を確認したり、タスクを管理しながら Google カレンダーで予定を組んだり、アプリ間を行き来する必要がありません。両側にディスプレイがついているのも使い方を広げてくれるポイント。スタンドのように使ってみたり、高性能な外側のカメラで自撮りができたり、ここ最近は AI 搭載のスマホも多いですが、この大画面であればアシスタントを表示しながらも通常通りスマホを操作できたり、写真編集も左右で見比べながら行えます。といった感じ。折りたたみスマホには夢と希望があるんですが、一方で限界を感じたのも事実です。今回は Galaxy の最新フォルダブル端末 Z Fold 7をメーカーからお貸し出しいただき、1週間ほど使い込んでみました。これでできること、できないこと、そして個人的な折りたたみスマホへの期待も全てまとめてみました。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、ということでまずはこのデバイスを見ながら Z Fold 7の特徴やいいところをご紹介していきたいと思います。この Z Fold シリーズも7代目ということで、もうね技術としては結構成熟してきていて、なんかこうプロトタイプ感というか、ここの作りは甘いけどみたいな箇所はほぼないんですよね。Z Fold 7が一番注目されているポイントというと、やはりその薄さ軽さがあると思います。一見本当にね普通のスマホなんですよ。ですがこうやって中を開けることができます。展開するとこの大きさになるんですね。ちなみにこの厚さ、すでにいろんな方が比較されているところではありますが、こういった普段使ってる僕の普通の折りたたみでもない iPhone、これと持ってる心地がほとんど変わらないんですよ。数値で見ても厚さとか重さとかはこんな感じ、誤差の範囲なので、持ってみて折りたたみだということを言われないとわからないと思います。一昨年ぐらいのモデルと比べてもかなり進化していて、普通に使えるスマホなんですよというのを、Galaxy としても打ち出しているのかなと思います。で、今回お貸し出しいただいたカラーはブルーです。見るとですね、光の加減によってはかなり鮮やかなブルーになります。こりゃかっこいいと最初は思ったんですけど、ちょっと怖いところがあって、光沢のあるブルーがちょっとねこうオタク感もなくはないというかね、なかなかおしゃれに持つ難易度がちょっと高い気もしました。無難に行くならシルバーとかあとブラックかなもいいかなと思います。で、今回の Z Fold 7は前作などと比べてその画面の比率、そしてサイズが変わりました。今までの Z Fold って畳んだサイズがもう少しこう細長いというか、一言で言ってしまえば、リモコンって感じだったんですが、今回は比率が変わってその印象が低減されてますね。iPhone と比べるとまだこっちの方が細長いんですけど、全然通常のスマホと言って差し支えないような画面比率になっているかなと思います。細長すぎると個人的にはこういう文章を読む時にも結構辛かったんですけど、そこら辺の使い心地の悪さみたいなところは完全に解消されています。そして広げるとこのサイズ感、前作よりも大きくなっています。ディスプレイのサイズは8インチになっています。ミニタブレットと言ってもいいんじゃないでしょうか。で、開いた時の形は正方形に近づきました。正方形に近いと、どうしても動画を見る時に上下に余白が生まれてしまうところは、なんかちょっともったいないな感はなくはないんですが、ただ個人的には雑誌は結構広々とこうやって使うことができましたし、写真もこんな感じで広々ですね。どちらかというと僕は使いやすい比率の方かなというふうに思いました。そしてこれちょっとね動画だと写りが変わってるかもしれないんですけど、折り目が目立たなくなってきてます。これは毎年アップデートされているポイントではありますが、今作またさらに折り目が目立たなくなってきたと思います。それこそ画面が明るめだと
全然気になることはないですし、暗めだと多少わかるんですが、でも全然気にならないですね。触ってみると確かに折り目があることはわかるんですが、使い心地に影響は全くありません。そんな感じで折りたたみスマホとしての基本性能はもう十分すぎると言っていいんじゃないでしょうか。そして今回の Z フォールドですね、公式サイトとかを見てみるとウルトラっていう単語が結構使われているんです。でこのウルトラというのは、ギャラクシーのシリーズにおけるフラッグシップモデルにつく名前です。名前にはウルトラはついてないんだけど、そのウルトラと並ぶ性能だということを一個ねアピールしているものと考えていいと思います。でその一つ象徴するのがこのカメラ性能です。正直僕スマホのカメラはもうこれ以上何を進化させることがあるんだという風なくらいに性能が高いと思っているんですが、実際撮影した写真を見てみるとこんな感じ。もう文句ないと思います。何点かそれこそ iPhone などと比較してこの特徴を挙げるとすると、比較的色はパキッと映る印象です。コントラストがより強く、サイドもより鮮やかに出る感じですね。好みだとは思うんですが、僕は素直にギャラクシーの色の出方の方が好きです。でただ1点ちょっと気になったところを挙げるとすると、この望遠レンズの焦点距離ですね。別に今作に限った話ではないんですが、ギャラクシーはこの望遠レンズの比率が、3倍になっているのに対して iPhone は5倍です。こちらの方がより望遠レンズで寄れるということなんですが、僕はですねこの5倍の方が好きなんですよね。使いどころはそんなに多くない分、使う時にガッと寄れるようなレンズの方がたまに重宝するかなという感じです。でパフォーマンスに関してもカメラと同様日常では全く問題ありません。ゲームする人でその差を感じるかもしれないくらいですかね。カクついたり動きが止まったりということは全くありません。ただ1個明確に思ったのはバッテリー持ちの良さですね。今回の Z フォールド7薄く軽くなったにもかかわらず、前作と比べてバッテリーの容量が全く同じなんですね。このバッテリー容量iPhone と比べて正直ね 1.5 倍くらい持つ印象です。 iPhone16 Pro も購入当初はめちゃくちゃバッテリー持ちいいなと思ってたんですよ。丸1日全然バッテリー持つなという感覚あったんですが、 Z フォールド7は、頑張れば2日持つなという感じがあります。昨日の夜充電するの忘れちゃったみたいなことがあっても全く問題ないですし、もう文句ないかなという感じはあります。良かった点で言うとそんな感じで、皆さん気になっているところというかね、ちょっと僕もそうなんだというふうに発表当初思ったのが S ペンが使えなくなったという点です。S ペンはギャラクシーが展開しているこのペンなんですが、ギャラクシーはスマホにペンでも書けるっていうところが1個魅力だと思ってたんですが、 Z フォールド7はそれを撤廃してきました。端末を薄型化した代償だと思っていいです。でこれ最初僕も結構懸念していたんですが、皆さんどのくらいペンって使いますか？僕も別に日常的に使うわけではないんですよ。あったらいいなくらいで使っていたこともあって、実際使えなくてもそんなに困らないかなという感覚があります。ただこの Z フォールドはというか、通常のスタイラスペンは使うことができます。10年前ぐらいですかね、結構いろんな文具メーカーがボールペンにスタイラスをくっつけて展開していた印象があるんですが、スタイラスがこのタイミングで舞い戻ってくるってことなんですね。これを使えば大画面を生かしていろんな記述ができるということなんです。正直ね、精度とかはApple Pencil とか、あとなんなら S ペンにも劣ってくるとは思います。なのでどっちかっていうと簡易的には使えるというような印象ですかね。でちなみに僕が使っているのは Anto S という実は台湾製のボールペンなんです。詳しくは別で動画を出しているのでぜひそちらもご覧ください。細かいタッチとかやっぱどうしても苦手ですね。ペン先も、そんなに細いものも多くないので、細かいのは苦手かな。ラフなスケッチくらいかな。でもう一つ Z フォールド7で気になることがあるといえばここでしょうか。こちらのパンチホールが復活しました。これはインカメなんですが、これまでこのインカム画面の下に埋め込まれるような形で搭載されていたんですが、今回おそらくこれも薄型化の代償で復活することになりました。存在感はあるんですけど、使っていて気になるかなというと、さほど気にならないかなと思ってたんですが、嘘です。動画見てるとちょうど被ってくるんですよね。なんかゴミついてる、ゴミじゃなかったみたいなことにちょくちょくなりました。そう考えるとこの iPhone のダイナミックアイランドって結構すごいんだなと
思いました。動画見てる時は全く関係がないですし、普通に使っていて穴開いてるなという感覚もないので、今更偉大さに気づいてしまいました。でもそんな感じです。なんかこう減点対象にはならないかなという感覚ですね。で、一方で気になる点というのも存在します。1個はですね、もう僕これ明確に言いたいのが、これ分かります？この置いた時のこの安定感のなさ。この全くと言っていいほど安定感がありません。理由はもちろんこのカメラですね。厚みがねすごいんですよ。正直ここの部分薄くなったとはいえもう一段分ぐらいある印象です。 iPhone のカメラも分厚い部類だと思っていたんですけど、それ以上ですね。これはちょっと薄型化の代償としては大きすぎるんじゃないかなと。いくらカメラ性能が良くてもこれだけで僕は大減点ではあります。そしてもう一つ、僕結構 YouTube 見るんですけど、この横にした時のこれ、通常のホーム画面に行くとって感じ。縦でも横でもとても見づらい。これもあって開いて動画を見る機会がちょっと減ってしまいました。この辺例えば iPad なら2列になっていて見やすいんですが、これはもう僕がめっちゃ YouTube 見るのもあってすごく使いにくいと感じてしまいました。で、おそらく皆さんが気になる点の大きなところってこの iPad、iPhone の組み合わせを Z フォールドで置き換えられるのかという点だと思います。で、これは置き換えられません。この結論自体は僕が1年前に Pixel Fold を使った時に出ています。それは変わっていません。これは別に技術がどうこうとかいう話ではないんですね。しょうがないところで僕が一つ提唱しているのが画面のサイズイコールキャンバスサイズだと思っています。例えば11インチの iPad であれば、B5 ノートくらいのサイズ感なんですよね。で、そのまま使い心地も B5 ノートなんです。逆に言えば8インチのこの Z フォールドでできることは、せいぜいメモ帳レベルなんです。なのでもう大きさとして11インチとかのタブレットサイズにならない限りタブレットにはならないというのがもうこの折りたたみスマホの結論ではあります。そして今回 Z Fold 7はペンを手放しました。これはもう Galaxy が明確に方向性を打ってきたものだと思っていて、折りたたみスマホをタブレットとして使っていく未来は、優先順位を下げたんだろうなというふうに思います。iPhone、iPad を使っている方で Z Fold に期待している方、Apple の連携性ってめちゃくちゃ高いんですよ。なので別の端末であっても全然苦労はしないですし、 iPhone と iPad を別で買うのと Zフォールドを買うのでは、値段もそこまで大きく変わらないんですよね。なので、タブレットみたいな使い方をしたいのであれば僕はこの iPhone、iPad の方をおすすめします。今回 Z フォールドはこれは使えるんですが S ペンを捨ててオールインワンを諦めたと言っていいと思います。その代わりに得たものがこの薄型軽量という特徴です。これによってより多くの人に一般的にこの折りたたみスマホが選択肢として受け入れられることっていうのを目指したんだと思いますが、現状この折りたたみスマホっていうのは最新技術が好きな人向けの最高級スマホとなっているのは否めません。テック好きガジェット好きのお買い物っていう感じですね。それもあって自分は1回折りたたみ使ってみたんですが、結局去年とかは買う意味を見失ってしまって買いませんでした。ただ僕は今年結構折りたたみに前向きです。なぜ買いたいのか、また、テック好きガジェット好きでもない方が折りたたみスマホを買う理由はどこにあるのかというのが、僕が折りたたみに AI スマホの未来を見ているからなんですね。ここからは少しディープな話に移っていきます。皆さん AI 使ってますか？使ってない人結構いますよね。日本人で使ってるのはだいたい25、6% と言われています。僕が AI に期待しているのは僕以上に優秀な僕のスーパーアシスタント兼スーパーマネージャーみたいな感じです。タスク管理をしてくれたり、予定を管理してくれたり、メッセージ打ってくれたり、交渉してくれたり、代わりに納税してくれたり、そういうのをやってくれるっていうような未来。あとはスーパーアシスタントとしての AI ですよね。動画の下書き作ってくれたり、字幕を作ってくれたり、そういう未来ですよね。未来というか今の技術で全然できるものも多いと思っています。で、こういう未来に向けた折りたたみスマホへの期待っていうのが僕の中であるんです。先ほど使い方として紹介したように、この大画面を生かす使い方として、マルチタスクがあると思います。一つのアプリをこうやって展開しながらもう一つのアプリをこうやってこちらに広げられると
なのでこういったマルチタスクがどれだけ円滑にできるかというのが重要になってくるんですが、それを司るのが結局 OS なんです。各アプリに AI の機能が個別につくだけではなくて、ちゃんとそれらを連携させたり、OS としてこのアプリ同士を動かせたりするという割と高度なレベルが求められるんですよね。が Google とサムスンが絶妙に分断されているということです。 Z Fold にはサムスン純正のアプリがいくつか搭載されているんですが、これらはそこそこ連携していって使いやすいんですよ。例えば昨日僕はですね、電話で、母親と実家に帰る予定について話し合いました。で、事前に設定しておけばその電話の内容をレコーディングして、ボイスレコーダーのアプリに記録しておくことができます。今ボイスレコーダーの文字起こし機能を使ってこの、レコーディングした内容を文字起こししてもらっています。はい、帰省予定についての会話というのが出ました。これをさらにまた要約してもらいます。すると、はい、こんな感じで話した予定をまとめるとともにイベント追加というような予定が出てきました。これを押すと、はい、サムスンのこれカレンダーアプリが立ち上がるんですが、ここに、自分の予定をこうやって追加することができます。これでサムスンのカレンダーアプリを見てみると、実際に夕食の予定が入れてあります。ですがこれはあくまでサムスン純正の通話アプリ、そしてボイスレコーダーアプリ、カレンダーアプリを連携させた機能になります。逆に Google 同士でもしっかり連携しています。この Z Fold に搭載されている Galaxy AI、 大元は Gemini を使ってます。 Google が提供している AI モデルですね。ここのサイドボタン長押しによってこの機能が展開します。なので Gemini を呼び出して Google 系のサービス、例えば Chrome とか Gmail、Google フォト、Google マップ、こういったものを活用するのは結構便利なんです。ちょっとこの店気になるなと思ったら、このサイドボタンから Gemini を呼び出して Gemini ライブを起動します。これは、カメラに映っているものとか画面に映っているものを使って Gemini と会話ができるというモードです。今映っているお店、だいたいここから電車で何分くらいかかります？電車だとここからおよそ50分かかります。したらこのお店に直近で行きたいんですけど、今日の Google カレンダーの予定的に行けそうな時間帯はありますかね？本日午後4時から午後5時までウニと MTG の予定が入っています。それ以外の時間帯でしたらお店に行くことができますよ。こんな感じで Google 同士のサービスは Google 同士でかなり深く連携してくれるんですね。ただこれらがね絶妙に連携しきれないんです。もちろんこのサムスンのカレンダーアプリと Google のカレンダーアプリは同期をさせることができるんですが、直接やり取りができないということなんですね。この分断もあって結局まだ画面の大きさを生かしきれていないんですね。 AI スマホではあるんですが、やれることの幅が、せっかくの大画面を活かせずにこの通常のスマホとあんまり変わらない状況です。画面内を画像として認識したり、あとそれについて会話をしたりできるだけで何かアクションを起こすっていうフェーズにはまだないんですよね。例えば僕が実現したいこととしてこのインプットのページ、例えばこれ Chrome ですけど、で右側がアウトプットのページ、こちら Notion ですね。これらを連携させてここの内容をこっちに要約して転記するみたいなことがしたかったりするんですが、さすがにそこまではできないんですよね。左側のアプリに書いてあるページの内容を要約して、はい、記事を要約します。 Google は最近マテリアルデザインのアップデートを発表しました。ありがとう。じゃあこれを右側のアプリに挿入できたりする？操作を説明します。まず左側の画面で挿入したいテキストを長押しして選択し、そういうことじゃない、そういうことじゃない。画面を見せることはできる、会話もできる。ただそれをアウトプットするところまではどうしてもいかない。さっき今多分要約してくれたジェミニのアプリを開いて、それをちょっとコピーしてここにペーストするみたいなね。これが限界ですね。せっかく大画面なんだけど AI によってマルチタスクが効率化されているかというと、もう少し上が目指せるはずという感じですね。一方で Galaxy の強みのようなものも僕は1個感じました。それがこれです。このエッジパネルという機能です。下からアプリのアイコンをねいくつか選択できるようになってるんですが、それとは別で右側からも表示させることができます。ここにいろいろと AI 系の機能が揃っているんですよね。例えば AI セレクトを選択して選択したいものをタップしたり輪郭をなぞったりする。これによってコピーペーストみたいなものを割と簡単にできたりだとか、
これって結構ね PC でいうショートカット機能に近いんですよ。しかも大画面なのでこうやって横からも下からもメニューを出してもこういった縦型のスマホと違って使いやすさが維持されるんですよね。まさに大画面だからこそ活かせる機能なのかなというふうにも思います。AI 系の機能って、OS レベルでこうサポートしていく必要があると僕は先ほど話しましたが、その一つの UI の形がこれなんじゃないかなと。例えばこれでさまざまな AI 系のコマンドをここに置いておくことによってその場でさっと選択して、いろんなところにインプットアウトプットできたりするというような形が、割と実現しやすいんじゃないかなとちょっと感じてしまいましたね。大画面だからこそできること、ギャラクシーだからこそできることっていうのが割と近いうちにももしかしたらあるかもしれません。そんなわけで AI 系の機能は現状は理解しつつ期待も持てたというのが個人的な総評になります。はい、ということで長々とお話ししてきましたが、以上が僕の Z Fold 7に対する感想というところです。この折りたたみスマホ、今月末には Google からも Pixel Fold シリーズが展開される予想がされています。予定ですかね。もしかしたら Z Fold ではできないことができるかもという淡い期待もあります。ソフトウェアのスペックにそこまで差がなければハードの優位性で確実に Z Fold を選ぶかなというところです。個人的に後半話していた AI デバイスの未来をどこに持っていくかという話ですね。個人的に注目しているのはプロジェクトムーハンという Google とサムスンによるプロジェクトです。 AI をより活用する、サムスン製の VR ヘッドセットですね。これが今後展開されるということが、一応今年の秋かな予定されています。個人的にはそういったウェアラブル端末が未来としては1個あるんじゃないかなと思っています。それまでスマホをどう活用していくか、どのスマホを選ぶかっていうのも結構大事だとは思うので、今後も Z Fold 折りたたみスマホにはちょっと注目期待していきたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で以上、なごみけでした。では。